まあ、今回シリアス回なんで、ちょっとおそらく、あのメンツの中で一番、ブリザルドは、死を知らない。ということで次回サイさんが主役だよというわ。はい。で、まあ次回は、まあ一応ギャグ会なので、あれ、作者が自分で遊ぶ玉露の続きもの、前回ボリューム8終わりましたので、ボリューム9の初めからになります。まあ、初めにはこんな感じなんで、こっから見る人は読んでおいてね。はい。では、テストプレイにさらっと流しまして。で、まあ。サラスピットグさん、イエーイイエーイまあまあまあ。前回何があったっていうと、なんか、サイさんが緑化からの依頼だよって持ってきた。で、残り4人がドン引きしたところでおしまいです。はい。というわけで、あとは、多分ボリューム9になってから、ここと、ここが増えてるんですけど、そうね、これ確かにボリューム9で実装したなって感じなんですけど、まあこれはクリア後にでも見に行きましょう。8で増やしたんだっけ ?9 で増やしたんだっけ覚えてないなって感じなんで、とりあえず、なんかボリューム9の、ネタバレがあってもやなんで、先に本編やります。まあ、いつも通り、この辺は裏話が語れるようになるか、バグが見つかるまで黙っているやつですね。たまになんか爆速メッセージ送りがあるのは、そのオートパンチャーっていうツールで定期的に X ボタンを押しているので、たまにメッセージ表示が終わった直後に X が押されてパラッといってしまうだけで、あれですね、メッセージ送りのコマンドがうっかり入ってるとかではないです。めっちゃお茶を飲んでた。まあ、要はクローンに近いよね、みたいなやつで。実際に、挿し木で増やしたせいでっていうのはある話らしいっすよ。はい。はい。サラスピットグさん、あるあるですね。はい。ですよね。はいはい。そう。そう。まあ、今回、サイさん主役なのでね、ちょっとバイソンとの関係性もねってことで。はい。園芸系はね、あんまり、まあ、ちょろっとだけ家庭菜園とか、私の話ね、やったりをたまにはするんだけど、まあ、それぐらいでそこまでガチの知識があるわけではないです。まあ、ただ、そういうのがっつりやってる人の YouTube を見るのは好きなので、多少はその辺の YouTube とか記事とか見てるので知識はありますね。まあ、要はこの辺は農協みたいなことをしてるんだなって感じですね。まあ農協ほどガチの団体ではないんだけど、みたいな。
ああ、休憩タイムになってしまった。サラスピットグさん、じっくり読んでます。ありがとうございます。そうですね。で、珍しく、こういううんちく好きそうな、ブリザルドが黙っているというのは何があったかというと、まあ、虫がダメだと。俺、3人って言ったのは、しーちゃんのこと数え忘れてたからですね。はい。前回、あれだけ偉そうに、バイソンのこと詰めてたくせに、こいつ虫が苦手だからって休むぞみたいな。棚上げ。離脱。まあね、ガチで虫ダメな人はダメだからね。わかるわかるよ、わかる。いや、まあ、まあ、そうなるよね。まあ、3人だったら誰でもいいよということなんで、まあ、サイさんが自由に決めてねという話なんですけど、まあ、ゲーム的にはプレイヤーが決めてねです。はい。はい。というわけで。誰で行こうかな。まあ、一応ついてほしいって言ったらバイソンになるんだけど、誰が楽なんだったか楽かどうかで選ぶな。いや、マジでちょっと困ってしまったので、ちょっと待ってね。ちょっと待って。覚えてたらさ、誰で行くのが楽とか、覚えてたらそこで行くんだけど、覚えてないし、かといってネタバレ見てもあれだしな。どうしようかな。まあ、バイソンで行くか。欲望に忠実に行くか。イチャイチャしてくれ。今一瞬乱数で決めようかなって悩んだんですけど。
バイソンがガチで言ったように、ランダムに決めようかと思ったんですけど、なんかそういうの開くのもめんどくさかったんで、素直に自分の欲望に生きていきました。まあね、あんだけね、サイさんとバイソンがイチャイチャしてる絵ばっかり上げてる人間が作ってるゲームを遊ぶプレイヤーさんなんてね、やっぱね、サイさんとバイソンがイチャイチャしてんのをね、イエーイイエーイまあね、サイさんとバイソンがイチャイチャしてんのを見たくて遊んでる人も多いはずだからね、まあ大体この組み合わせで遊んでる人は多いんじゃないかなとはしょって思うけど、どうなんだろうね。というわけでアドバイザー、千恵子さん。サラスピットグさん、あら本当に何でも知ってる人だ。はい。本当に何でも知ってる人だけど、ちょっと詳しいだけの一般人ということにしといてねという話になりました。ホワイトボードは私ドット打ったな。懐かしいな。よく見るとちゃんと赤ペンと黒ペンと青ペンがあるんだよ。はい。まあ。平和なタイミングでは緑化委員会女子会になっとるやろが、みたいな。あれがあるので。では、まあまあ女子会では当然恋バナをするよねということで。そういうことがあってもおかしくはないかなという。あれ。サイさんは言わないつかこのタイミングまでガチでシーちゃんのことをちょっと資料術ネクロマンシーが上手いだけど普通の人ぐらいに思っていたという。まあね、シーちゃんの設定もね、ゲームによってだいぶ変わってくるので、ちゃんとこの辺で一言言っとかんとねということで、このくだりは入れました。そんなことで。ここでめちゃくちゃ可愛いサイさんですね。そう、恋愛が絡むとちょっとトンチキになるパイソンですね。はい。はーい、イチャイチャしてくれ。はい。いやー、頑張って書いたな、この辺のセリフ。頭のいいキャラのセリフ、難しいからさ。なんか今すごい頭の悪いことを言った気がするんだけど、頭のいいキャラを頭がいいように表現するのって結構難しいから、言葉の言い回しとかもさ、ちょっとアホっぽい言い回しさせるとすぐキャラ崩壊しちゃうからさ。いや、ほんと、セリフ打つの大変だったなーって今見ると思いますね。ほら、創作や自分より頭のいいキャラ描けない問題あるじゃん。あれをね、なんとかそうならんように。いや、そうなってるかもしれないけど、そうなってるようと思われないように。作者の頭の良さを上回る頭脳を持つキャラは作れない法則。そう、それ。まあね、ガチで作れなくてもいいけど、せめて頭がいいように見せかけるための言い回しでごまかさなきゃならんから。いやー、大変だったんだよな。
そう、ブリザルドのセリフ打つときもね、ちょいちょいね、本当にこれで言い回しいいかみたいな。細かいニュアンスが、なんか違う単語選びしてないかとかさ、考えるんだけど。もうね、知恵の神はね、もっとね、大変でしたね。いたたたた。まあ。とりあえず敵の説明を。ちゃんと敵の説明がここであるのは、序盤であるのは、案外構成的には珍しいよね、とは思うけど、まあたまにはそういうのもいいでしょう。あとね、話が長いときはね、こういうのまとめを入れようねみたいなのはちゃんと考えてやっています。そうそうそう。この辺のあれはあれですね。食虫植物は、虫を食うために、虫を誘引するための匂いを出しているので、虫よけのつもりで置くとかえって虫が寄ってくるみたいな話が、どっかで聞いたことがあったので、それが真実かどうかは知らん。裏付けはしてないけど、まあそういう感じで虫の誘引に使えるというネタで使いましたね。サラスピットグさん、誘引物質ですね。そう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 。やるぞと。この苗を犠牲にしてでもやるぞ。いっぱいストックあるから1個2個死んだところで構わんぞみたいなことをするという。まあ、メインの雑魚を無力化して、強いとこだけしばこうかな、みたいな。元人の子。死体だからね。あまりね、こういうモブキャラにね、名前つけてもしゃあないなと思ってるのでね、毎度毎度なんやかんや理由をつけて、名前を書かなくてもいいようにしています。ね、その役割で呼んだ方がね、シナリオとしてもわかりやすいからね。バカ。はい。まあまあまあ。ど素人が浅はかな考えればをしっちゃかめっちゃかにするやつですね。
では、アホな農場長、オーナーが、金庫に物を取りに行くために単身とつって立ち往生するという地獄が起きたので、なんとか早めに行こうという。サラスピットグさん、味方が頭いい場合はトラブルメーカーを投入して話を動かそうってやつだ。お、それ。イベント。サイさんはなんだかんだで虫が苦手っぽいっていうのは、まあ、この先の伏線ですね。私が裏話を言うのがこの配信の本題なんで、先の話もしますけども。いやー、おばさん書くの難しかったなーと思います。この辺も一応ちゃんと功績知識はちょっと調べてはいます。はい。うん。実際オーラクォーツはありますね。アクアオーラとかね。あれは加工して作ってるやつです。っていうのがあって。この辺はガチでどうだったか覚えてねえや。自分で調べておいてどこまでリアルにあったやつだか覚えてない。無駄と贅沢の極み。しーちゃんが好きそう。はい、それは正しいです。そう。このおばちゃん描くときね、やたら顔が白く塗ってあんのはね、あえて意図的にね、顔を粉いっぱい塗ってるだろうなと思って顔だけちょっと白く見えるように塗った記憶あるな。もうちょっと手の色汚く塗っといてもよかったから。白塗りのおばちゃんって感じを出したくてやったんだけど、ちょっと、あれですね。わかりづらさくなっちゃいましたね。本当にそういうの実装してたっけな本当にそんな実装してたっけな不安になってくるから、一回わざと死んでみようかちょっと悩んじゃうな。まあ、一家署名。ここね、バイソン以外だったらね、サイさんはね、気を使わなくてね、なんかね、臭いっていうイベントが起きるんですよね。確か。まあ、誘引物質なのでね、すごい匂いがするよね、ということで。だけど、バトルですけど、本当にサイさんが死んだら終わっちゃうのかなーって言ってテストどっかでやりたいけど、あ、かわいい。このタイプの、アゲハチョウの芋虫、かわいいって思う派なんで、ドット打っててめちゃくちゃ楽しかったです。ほうれん草ができない。この芋虫くんのドット、なんだろう、後頭部に近くある大きい目のようなあれは模様で、実はちゃんと顔があるんですよ。
赤い触覚の下に、点々って2個あるじゃないですか。あれがガチ普通の顔だよみたいな感じで、ちょっとちゃんと作ってる。まあ完全に私の趣味ですね。サラスピットグさん、わかりますわよ。好きなんだよな、アゲハチョウの幼虫の、おててのもぞもぞする感じがすごい好きでさ。なかなかキュートな感じに打ててよかったなと思っています。でそうですね。多分これバイソン選んどいて正解だったかもしれないな。この毒角ってのがあって、ターン開始時に毒の判定が入るんだけど、敵の数が多ければ多いほど、毒角持ってる敵の数が多ければ多いほど確率が上がるなんだけど、まあ、サイさん毒かかんないし、で、バイソンはバイソンで、バステ耐性がめちゃくちゃ高いので、このメンツで行くと割と楽できるって感じですね、多分。でもなぁ。だからさっき、バイソンがウキウキになるやつをしようとしてしまった。またやってる。はい。はい。あ、残った。けど死ぬか。死んだな。ただ、そうね、毒への耐性という意味ではこのメンツが良かったかなと思うんだけど、一方で数多そうなんだよな、シナリオ的には。なんでアグネ連れてきてもよかったような気もする。何もかも記憶の彼方。で、お、来た。色違い。ちゃんとちょっとだけ尻尾が増えている。あ、出たね。数が多いから。で、3500だったら、殺でいい気はするが、初手呪殺を使うとガードできなくなるから、4体いること考えたら待機だよな。ここは待機だよな。へえじゃないんだ。覚えておきなさいよ、少しぐらい。多分、そんな痛くないから。そんな痛くないから、これでいい。どうしようかな。はい、さんをここ削りつつ、これで落とせればいいなだけど、あ、落ちた。よかったよかった。今ちょっと博打だったんだよな。これ身代わりが、消費コストが、召喚中の、下僕がいる場合は1で発動するんだけど、いない場合は2使って発動なので、実はこれ今撃てないんですよ。まあまあ、ガードでいいんだけど。なんで、ただ、あれで、呪殺の発動ミスって、ソルジャーが落ちてなかった場合、敵が4回攻撃してくるし、バイソンもバイソンで硬いガードが使えないしで、ちょっとまずかったかもなーみたいな、博打をしてしまった。そういうこともある。
まあね、ここまでテンション上がってりゃ、そりゃ、ほぼほぼ確定で呪殺は入るだろうなと思ってやってる。いやー、頼りになる即死魔法っていいよね。イベントが始まったぜ。あ、そうね。この辺ね。イチャイチャしててくれ。なんだかんだ、サイさんがどうしたらいいですかってバイソンに聞いたとき、致命的な、なんかやばいことがない限りは、サイさんの好きにしていいよみたいなことをバイソンは、平和に言うわけですよ。それは割と意識してやってる。細かくセーブは取るよ。どうしよっかな。どうしよっか。打ちたい。じゃあ、こうじゃん。どうせしょってウェポンブレスとかするんだろ、お前。いねえ。へえ。へえ。やべ、こんなもん実装されてたっけって気持ちになってる。そうじゃない？うんだよね。合ってる合ってる。いやー、存在を忘れてるスキルってあるね、やっぱね。一応ね、サラスピットグさん、ニュークリア使ってくる虫。やい。ちゃんと、各属性それぞれ、魔法は、全部一緒で属性が違うだけじゃなくて、魔法ごとに特性があるようにはしてあって、まあ、例えば炎属性だったら必中だし、雷だったら貫通がついてるとかだったかなってあるので、おそらく、無属性魔法を、なんか確か特性を設定して考えて入れてあったと思うんですが、私が覚えていないので覚えていません。後でソース見たりします。スキル説明見る限り威力にばらつきがあるとかなのかなーって気はしたけど、覚えてないなー。普通にガードした方が良かったのでは？まあいいや。もう終わるよ。あとは毎ターン、ちみちみ潰していくだけだ。あ。セーフ。実は、そう、この、何も考えずに連打していると、バイソンが、ガードを使って、バイソン見ての通り、特殊技能以外のステータスはめちゃくちゃ弱いので、お豆腐になって吹っ飛んでしまう事故なんですけど、あれはちょっと、実はあえてそうなるように作っているので。要は、とっさの時に、魔法や特殊技能を使えるかというとそうではなくて、おそらくとっさの時って通常のガードとかしかできないだろうという想定のもと一番上がガードになっているので。なんで、攻撃食らってる時にエンター、決定連打してるとバイソンが。サラスピットグさん、
ごま豆腐。そうそう。そうだね、黒いからね。まあ、バイソンが吹っ飛んでしまう事故は、これは、意図してやってます。これで終わんじゃないうわ、サイさん上振れ引いたら、どうしてそんなオーバーキルをしてしまうんですか。死んだ時のテストしようって言っててしてないじゃん。ちょっとサイさんが死んだ時のテストをしたいので、ちょっと投資プレイ中に大変申し訳ありませんが、変数維持、1回だけ変数維持出してください。1250だ。覚えてないな。ちょっと待ってね。変数探す。1215だった。5惜しいな。これ、サイさんの体力なんで。こうしてみると、バイソンの2倍以上の体力あるの。チェックするの大事。ありがとう。ヒットポイントゲージが 100% 表示のゲームだから、意識することは普段あんまないんだけど、こうしてみると、バイソンの2倍以上の体力があるのちょっと面白いな。で、はい、来た、綺麗。これ、ガードしに行けば死ぬんじゃない？アンチ死ぬね。死ぬ、終わった。いいぞ。ちゃんとサイさんが死んだら終わるようになってる。やるやん。リトライでーす。はい。じゃあ無事でバックできてよかったね。だけど。マジカルドラッグして自殺すると、2点余りで耐えられなくなるから、でも初手で落としたいから、待機の自殺かな？落ちない。そういうこともある。でも、ウェポンブレスならよかった。ちなみに、どっちでガードしてもいいやみたいな時は、テンション低い方でガードさせに行った方が、テンションが稼げるというコテクがあります。一発。よし。なんかめっちゃ気分よく遊んでたけど、もう、なんか49分って書いてない？時計見ろ、ちゃんと。なんで、落ち着いて。まず再三で。一番減ってんのだ、あれ。真ん中なので、サイさんには真ん中を殴ってもらって、バイゾンは残りをしばきに行くぞ。お仕事が始まってしまう。ちょっと減ってんじゃん。そうだね、さっき。サイさんが当てにならないやつだ。サイさんは殴り力については当てにならないような設計であえて作ってるから当てにならないんだよな。回避落ちてる相手だったような気がするんだけど、なんでミスるかな。でも140だったら多分召喚して殴った方が早いぞ。よーし。とりあえず、サブマップ終わるぐらいまで行くか、ボスなさそうだし。4箇所で誘引する作戦は OK。というわけで、はい、無事、前半の前哨戦が終わりましたということで、終わり。
いや、なんか、切りのいいところまでやれてよかったというのが、まあ、最初の感想ですね。ちゃんとデバッグも1個できて、よかったよかった。そう、特殊敗北、今回ちょっと処理を修正したので、あれはちゃんと見ておかなきゃいけなかったやつです。お時間でしたか？お疲れ様です。そうですね。10時からお仕事の予定なので、そろそろ締めないとということで、締めさせていただきました。はい。そう、やっぱね、自作戦闘だから、ああいうね、ことができるわけじゃん。特定条件で普段は死なないけど、ゲームオーバーになるみたいなの。なんで好きなんで、ちょいちょい実装してるんですけど、ということはつまり毎回それ実装するごとに過去のものを壊している危険性があるから見とかなきゃいけないってやつですね。はい。まあ、ちゃんと動いててよかったなって感じですね。よかった。いやー、ほんと油断すると不具合埋めるからね。気をつけなきゃいけない。予期せぬ不具合が本当にあるから。怖い怖い。まあね。今になって気づく過去回のどう見ても最初から埋まってからであろうバグとかもあるから、私は辛いんだけど。まあまあ、今回見つかって直せてよかったねということでいいでしょう。はい、というわけで、まあ、今回も無事平和に終わった感じの回でした。はい。まあ、また、明日起きれたら続きやるのでよろしくお願いします。はい。特に喋ることは今もなかったな。はい。では、また明日か週明けかどっかでよろしくお願いします。順調で何よりです。またね。はい。またよろしくお願いします。